再びこんにちは、皆さん。待望の後編です。前半で AI が生み出した物語の続きを見ていきましょう。最初の指示以外、人間による編集はしていません。さて、この物語の結末は一体どうなるのでしょうか？それではどうぞ。秋山試練と敵初めての敵天秤と蝶の舞。ジュラの森の影響力が拡大するにつれて、その富と繁栄を羨む目も増えてきた。夜の森はいつものように月光に照らされ、いくつかの星々がこぼれ落ちるように美しく輝いていた。しかし、その平和は一夜にして壊れた。急報がリムルとゴブタに届けられた。何者かが森の外から侵攻してきたというのだ。その知らせを受けたリムルは、その顔に独特の表情を浮かべた。ゴブタ、状況はどうだ？報告によれば、侵入者は獣人の一団らしい。理由は不明だが、明らかに敵意を持っている。ゴブタが深刻な表情で報告すると、リムルはしばらくの沈黙の後、哲学的な言葉で応じた。人は常に平行を求める存在だが、その平行が崩れることで成長する。今、私たちの森もその天秤が傾きつつある。だが、その反対側には、新しい可能性が広がっている。ゴブタはリムルの言葉に深くうなずいた。蝶が羽ばたくたびに、世界は微妙に変わる。我々もその一部であり、今回の敵もまた、新たな変化の起点となるのかもしれません。まさにその通り、ゴブタ。では、この天秤の片方になって、新たな未来を築く準備を始めよう。二人は森に散らばる仲間たちを集め、夜明け前の作戦会議を開いた。会議の結果、全員が一つの結論に達した。それは、侵入者との対話を試み、和解が不可能であれば戦力を行使するというものだった。それでは、新しい一歩を踏み出そう。リムルがこの言葉で会議を終えた瞬間、森全体が一つになったような感覚に包まれた。天秤の片方に乗ったリムルと仲間たちは、新たな舞台で蝶のように羽ばたく準備ができていた。秋山試練と敵戦術と戦略音楽と基盤の戦場。森の各地に配置された哨戒隊が侵入者の動きを監視し始めた。リムルはゴブタ、リガルド、シオンたち主要な仲間と再び会議を開いた。地下の会議室は緑と金色の織りなす独特の美学で飾られていた。侵入者たちはもうすぐ森の中心部に達する。リガルドが緊張を帯びて報告する。リムルは深く呼吸をし、線は音楽のようなものだ。各楽器が調和し、指揮者の棒の下で一体となる。我々もそのように動くべきだ。つまり、戦術と戦略の調和、ですか？シオンが質問する。正確には、それだけでなく、心と心が通じ合い、お互いの役割を理解すること。リムルは神秘的な微笑を浮かべた。ゴブタがふと口を開く。線はまるで碁盤のようでもありますね。各コマが特定の動きでしか進めないが、その制限の中で無限の可能性が広がる。ああ、基盤と音楽。それぞれが戦略と戦術のメタファーだな。リムルが確信に満ちた表情で言った。各部隊のリーダーたちに指示が出され、ジュラの森の防御が固まった。リムル自身は、偉大なる賢者の力で全ての動きを把握しながら、適切なタイミングで各部隊に指示を出していった。そして、ついに侵入者たちとの接触が始まった。これから始まる戦いで、我々がどれだけの調和と戦術的うまさを発揮できるか。それが試される。リムルは仲間たちに告げた。一触即発の瞬間、リムルの心の中で無数の音符と木の駒が舞い踊っていた。次第に、それらが一つの美しい旋律と戦略的な布陣に結びついていく。戦いが始まるその瞬間、ジュラの森の未来が新たな1ページを切り開くための重要な一歩となった。秋山試練と敵新たな能力と装備悠久の図書館。ジュラの森の戦いが収束に向かい、リムルと仲間たちは一息ついた瞬間、偉大なる賢者の声がリムルの意識に届いた。新たな情報と能力の解放が可能です。準備はできていますか？ああ、それをお願いする。
リムルの精神世界は一変し、彼は悠久の図書館のような場所にいた。書棚が無限に広がるこの場所は、時の砂と知識の海が交錯する神秘的な空間だった。突然、一冊の古い書物が浮かび上がり、ページがめくられると、そこには新たなスキルと装備の説明が書かれていた。これは、マナコントロールとエリシアンアーマーという新たな能力と装備か。偉大なる賢者が解説を始める。マナコントロールは、あなたが魔力をさらに効果的に制御する能力です。エリシアンアーマーは、神々の加護を受けた防具で、高度な防御と属性耐性を提供します。この能力と装備、まるで夢のようだな。しかし、どのようにこれを現実に呼び寄せるのか。リムルが疑問に思った。物語と現実は互いに影響を与える、ごとくに。偉大なる賢者が哲学的に語る。スキルと装備もまた、その一部です。想像と信念が現実を形作る。リムルは心の中でうなずいた。なるほど、現実を変える力は、最終的には自分自身の中にあるというわけだ。悠久の図書館が次第に消えていく。リムルは新たな能力と装備の知識を持ち帰り、ジュラの森の仲間たちと共有するために帰還した。これからの試練に備え、これら新たな能力と装備がきっと役立つだろう。とリムルは静かに思った。バキサン試練と敵失敗と教訓砂漠の戦いと心の闇。リムルは新たな能力と装備で武装したが、それでも試練は続く。偉大なる賢者の警告に耳を傾け、リムルと仲間たちは未知の領域、砂漠へと足を踏み入れた。砂漠の夜空には星々がきらめいており、月光が砂に幻想的な影を落としていた。この砂漠の美しさは、その厳しさを一層際立たせている。しかし、それはもはや身の表彰ではなく、凄絶な試練の始まりを象徴していた。偉大なる賢者よ、敵の気配はあるか？リムルが尋ねる。確かに、その先には強大な敵が待ち構えています。その心は、闇に取り込まれた狼のように獰猛です。戦いは避けられなかった。リムルと仲間たちは砂漠の中心で、闇に取り込まれた狼群とその狩猟に遭遇する。狼の狩猟の目は、深い闇と絶望に満ちていた。なぜこんな場所で戦いが必要なのか、それが疑問だ。リムルは戦いながら哲学的に考える。狼の狩猟が怒りに満ちた声で叫ぶ。生き延びるためだ、それだけだ。この戦いでリムルは新たな能力と装備を駆使するも、狼群の獰猛な攻撃によって苦しむ。最後には、彼は新たなスキルの制御に失敗し、狼の狩猟に深い傷を負わせてしまう。失敗だ。リムルは自らの不完全さに気づき、内心で悔いる。偉大なる賢者が彼の心に語りかける。失敗は、成長への第一歩です。それを忘れないでください。戦いが終わり、リムルと仲間たちは疲弊しきって砂漠を後にした。心に残るのは失敗と教訓、そして狼の狩猟の深い闇と怒り。次は違う、次はもっと強くなる。リムルが約束するように砂漠の月に語りかけた。超四神世界の均衡大きな野望星々と語らう夜。戦いと敗北から帰還したリムルは、ジュラの森で仲間たちに包まれる安堵とともに、新たな野望を抱く。星々が夜空できらめく中、彼はその美しい宇宙の海を見上げる。偉大なる賢者、星々は何を語っていると思う？リムルが心の中で尋ねる。星々は、無限の可能性と機会、そして永遠の変化を語っています。偉大なる賢者が答える。この夜空に広がる無限の星々は、リムルがこれから取るべき行動、そして新たな野望に対する答えのようだった。ジュラの森を守るだけでなく、さらに広がりを持たせよう。世界が一体となる場所を作るのだ。あなたの心には、広がりの夢が生まれましたね。偉大なる賢者が賛同する。リムルはシオン、ベニマル、ソウエイといった仲間たちを呼び寄せ、新たな目標を宣言する。私たちの新しい目標は、ジュラの森を中心に、多種多様な種族が共存する場所を作ることだ。
シオンが微笑む。大使を抱くことは素晴らしい。我が主よ。物事の本質は、その夢にどれだけ近づけるかだ。ベニマルが哲学的に付け加える。それならば、遠くの星々にも届くような力を手に入れようじゃないか。ソウエイが提案する。その言葉に、リムルの目には新たな光が灯る。彼の新たな野望は、星々が散りばめる夜空に広がる、無限の可能性とともに、超四新世界の均衡政治と影響インクの川が紡ぐ未来。星々の語る夢に触発され、リムルはジュラの森の中心に集まる多様な種族と文化に新たな意義を与える決断をする。地下の広間で開かれた会議には、ゴブリン、オーク、獣人、そしてエルフなどが出席し、その中でリムルは言葉を紡ぐ。今日集まった皆さん、この森は我々が生きる場所。だが我々は、この小さな森を越え、他の国々とも交流を持つ時が来た。偉大なる賢者が続ける。下界には、知識と理解、そして新しい友達が待っています。ベニマルが質問を投げかける。他の国々との交流は、我々に何をもたらすのか。リムルが答える。それはインクの川が未来に紡ぐ物語だ。我々が書くそれぞれのページが、この新世界の均衡に影響を与えるだろう。ソウエイが哲学的な眼差しで言う。物語とは、始まりと終わりをつなぐ橋。我々がどう動くかによって、その橋は豊かなものにも、崩れ去るものにもなる。良い表現だ、ソウエイ。リムルが微笑む。では、そのインクの川で未来を紡ごうではないか。新たな目標に燃えるリムルと仲間たちは、この日から外交施設を送り、また受け入れ始める。そしてジュラの森が他の国々と交わることで、新たな政治的影響を持ち始める。この森が、世界の均衡点となる可能性が、一筋の光として灯った。超四新世界の均衡最終決戦月明かりの舞台。外交と交流の産物としてジュラの森は栄え、その影響力は増していた。しかし、その繁栄には反面、嫉妬や疑念、そして敵対的な勢力が絶えず付きまとっていた。この夜、月が銀の光で森を照らす中、リムルは最終決戦の舞台となる場所へと足を運ぶ。これが最後の戦いだろうか、偉大なる賢者。リムルが問いかける。未来は流動的です。しかし、今宵の戦いは多くの流れを決定する鍵となります。偉大なる賢者が答える。リムルが戦場に到着すると、仲間たちもすでに配置についていた。その中でベニマルが近づき、言う。我々の背後には多くの期待と夢が詰まっている。失敗は許されない。リムルが答える。夢の終わりは、新たな夢の始まりだ。失敗もまた、未来への布石。深いな、我が主。ソウエイが口にする。だが、布石としても、石はしっかりと置かなければならない。確かに、リムルは鋭い目をして宣言する。では、月明かりの下、我々の石をしっかりと置こう。戦いが始まり、剣と魔法が交錯する。月の光が輝く舞台で、リムルと仲間たちは最終決戦に挑む。結果はいかに、その一切は、月が知っている。超四新世界の均衡新たな均衡夜明けの約束。月が西の空に沈むと、リムルとその仲間たちが立っていた。剣と魔法の舞台が終わり、静けさが再びジュラの森を包む。偉大なる賢者が内心でリムルに囁く。戦いは終わりました。これが新たな均衡の始まりです。リムルがゆっくりとうなずき、仲間たちに向かって歩き出す。みんな、よく戦った。これからが本当の始まりだ。ベニマルが答える。我々が作り出したこの均衡は、新たな物語の土台となる。ソウエイが微笑む。土台がしっかりしていれば、上に何を建てるも自由だ。リムルが優しく笑いながら言う。それでは、この土台の上に夢と希望をつこう。未来は我々が作る。仲間たちがうなずき、夜明けの空に各々の願いを託す。夜が明け、新たな日がジュラの森にもたらされる。新世界の均衡が確立されたこの日は、多くの物語が始まる出発点となった。
リムルの物語はここで一区切り、だが新たな夢と冒険が待ち受ける未来が広がっている。その先に何があるのか？それは夜明けの約束として、静かに綴られていく。物語はここで一区切り。AI による物語生成、いかがでしたか？人間の創造性を超えることができたと思いますか？ご意見や感想があれば、ぜひコメントでお知らせください。そして、もし面白かったと感じたら、ぜひともチャンネル登録と高評価を。次回の実験もお楽しみに。